はい、こちらはボレロです。2番花です。お花を近づけますと、少しツンとくる系のクラシカルなバラの香りがすると思います。我が家のボレロはずっと香りがわからなかったのですが、去年ぐらいからだんだん香りもわかるようになってきました。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。この子も春の淀替えで大きいコガネムシがぞろぞろ出てきて心配していました。それでも1番花も2番花も例年とあまり変わらずに咲いてくれて安心しました。はい、こちらはアライブです。お花を近づけますと、爽やかなハーブと少し苦みのある香りを感じます。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。こちらのバラも枯れそうだったのですが、土にまくタイプの浸透性殺虫剤の使用をやめたところ、みるみる樹勢を取り戻して元気になってくれたバラです。はい、こちらはローズブラッシュです。タイプ0か1のものすごい強いバラだったと思います。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけますと、ほのかにダマスクの香りがしていると思います。春先のお花つきが悪かったので、一度ピンチしてからの1番花になります。こちらはパレードです。2番花です。全体像としてはこんな感じです。10号鉢です。お花を近づけますと、かすかに甘い香りを感じます。大きく育てないと本領を発揮しないバラかもしれませんが、小さく育てていても年々この子の良さが分かってくるようです。はい、こちらはスグニール・ドゥ・ラ・マルメゾンオールドローズです。こちらは2番花になります。全体像としてはこんな感じです。6号鉢で小柄なバラです。お花を近づけますと、少しツンとくる感じのクラシカルなバラの香りがすると思います。大雨に当たったお花は下を向いてしまいました。はい、こちらはシャルトルーズドパルムです。この子も春の花つきが悪かったので、一度ピンチしてからの1番花です。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけますと、ダマスクの豊かな香りがしていると思います。はい、こちらはお気に入りのコンテ・ドゥ・シャンパーニュです。お久しぶりの登場です。お花を近づけますと、かすかに甘い香りがしているようです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。この子の優しくてたおやかな雰囲気が大好きです。はい、こちらはいろはボタンです。2020年に私が交配したバラです。お母さんがクチュールローズチリアで、お父さんがハイディクルムローズです。
お花を近づけますと、かすかに柑橘系ではないフルーツの香りがしていると思います。一番花よりも随分お花色が軽くなっているのと、花びらがところどころ白く脱色しているような感じになっているのが気になります。つぼみはあともう一つついています。大雨にも打たれているのですが、長くなった花枝もまっすぐに自立して立っています。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがダフネで、お父さんがイーハトーブの香りです。この子は鋭いトゲがついています。で、お花を近づけますと、少しホコリっぽい感じのティーの香りがすると思います。この子はつぼみが鮮やかな黄色です。で、咲くと花びらの裏側がクリーム色で、表がピンクのような感じです。雨でお花が汚れていますが、結構可愛いお花だと思います。カップ咲きですね。下の方の葉に少し黒点病も出ていますが、お花もリバーシブルでオリジナリティがあって、香りも良いので、いいお花が咲いてくれたと思っています。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがミステリウスで、お父さんはガブリエルです。お花を近づけますと、うっすらとダマスクとティーの香りがしていると思います。全体像としてはこんな感じです。黒点病も少し出ています。明るい黄緑の葉と渋いお花色のバラです。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがカーディナルフームで、お父さんはペネロペイヤです。お花を近づけますと、柑橘系ではないフルーツの香りがかすかにしているようです。全体像としてはこんな感じです。黒点病が少し気になります。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。この子はユニークなのか外れなのか、これで咲いたお花のようです。お母さんがカーディナルフームで、お父さんはビニヤードソングです。お花を近づけましても、今のところ香りはわかりません。全体像としてはこんな感じです。黒点病も少し気になりますが、花つきがいいようですので、今後を楽しみに育ててみたいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。